皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本という国がいかに守りが脆弱で、海外から見た場合において御しやすい国であるか、そして対スパイ法がないとどうなってしまうかについて、その分かりやすい事例というものがあるので、皆さんにご紹介しようと思います。この話をするために今回取り上げる話題は、東京都のパスポートセンターにおいて中国籍の従業員が日本人の様々な個人情報を外務に持ち出したにもかかわらず、その取り締まりには非常に苦労しているし、また対応する法というものが全く追いついていないことについてご紹介します。これは何も今に始まった話ではなく、皆さんと私、誰にとってもおそらくは子供の頃からこのような守りの薄い状態がずっと続いてきて、なおも改善されないということが問題なわけです。さあ、それではどんなニュースからそのようなことがわかるか見ていきましょう。東京都パスポートセンターで申請者など1900人余りの個人情報を持ち出し、東京都のパスポートセンターで窓口業務を担当していた委託業者の従業員が申請者など1900人余りの名前や住所などの個人情報を不正に持ち出していたことが分かりました。都によりますと、個人情報を不正に持ち出したのは東京豊島区の池袋パスポートセンターで窓口業務を受託していた足立区にある業者の中国籍の52歳の女性従業員で、24日に窃盗の疑いで書類送検されました。都は今年5月に警視庁から情報提供を受けて初めて不正に気づいたということで、従業員は付箋にメモをしたり資料をコピーしたり、窓口での申請者とのやり取りを録音したりして、住民票やパスポートの申請書などに記された名前や住所などの個人情報を持ち出していたということです。その数は申請者本人や家族など1920人分で、東京都は現時点で第三者に漏洩した事実は確認されていないとしています。東京都のパスポートセンターから個人情報が不正に持ち出されるのは初めてだということで、都の担当者は非常に残念であり、委託業者に対して従業員の管理・監督の一層の適正化を求めていくとコメントしています。警視庁従業員を書類送検。警視庁は池袋パスポートセンターで勤務していた中国籍の52歳の従業員を今年3月、パスポート申請に関わる個人情報が書かれた付箋1枚を盗んだ疑いで24日書類送検しました。警視庁によりますと、現時点でこの従業員から第三者への個人情報の流出は確認されていないということです。この続報において、どうしてこのように中国籍の人が窓口業務に関わっていたかや、外務省の対応などについて発表がありました。旅券の窓口担当者、外国籍認めず、外務省がパスポート発給窓口の担当者を日本国籍を持つ人に限定するよう、47都道府県の担当部署に通知を出したことが24日取材で分かった。東京都の池袋パスポートセンターで窓口担当だった中国籍の女性が個人情報が記載された付箋紙を盗んだとして窃盗容疑で警視庁公安部に書類送検された事件を受けた対応という。外務公務員法は、外国籍を持つ人は大使や外務省職員などの外務公務員になれないと定める。一般旅券の発給業務は外務省が都道府県に委託、都道府県が民間企業に業務を委託しているケースもある。窓口担当者は外務公務員に当たらず、国籍による制限もなかった。そのため中国籍の人でも法律違反には当たらないという。東京都は窓口業務を民間企業に委託し、書類送検された女性は契約社員として令和2年5月から今年3月に窓口業務を担当。発給申請書や戸籍謄本などにあった氏名や住所、電話番号など1920人分を書き写すなどして持ち出していたとみられ、3月に退職した。捜査関係者によると、女性は容疑を認め、業務を勉強するためだったと供述している。個人情報の外部流出は確認されていない。私は対スパイ法を作るべきだという考えを持っています。それは海外から見た場合において、日本国内においてスパイ活動を行ったとしても、それによって捕まる可能性や捕まったとしても、スパイとして重罪にはならないという非常にお花畑な国であるから、これをしっかりと守らなければならないと思うからです。例えば今回の場合、日本人の多くの
個人情報が持ち出されたわけですが、その個人情報が第三者に渡ったそのことが確認されていないと2つの記事では書かれていますが、本当にそうなのかと確かめることは私は難しいと思います。たとえ今回の一件が全く個人の不注意であったとしても、このようなものすごい簡単に入り込めてしまって、そして悪意を持って活動する人、もしくは別の正義に基づいて行動する人たちといったものが中に入ってきた場合や、中の人間が寝返った場合においては被害はより拡大してしまいます。対スパイ法というものがもしもなければ、今回のように個人情報がいっぱい取られたにもかかわらず、実際の書類送検では付箋1枚の窃盗容疑にしか過ぎないという点が、現在の日本の守りの薄さといったものを非常に感じさせる出来事だと私は思います。よく対スパイ法をしっかりと整備すべきだという話をすると、いやいやすでに今ある刑法などによって多くのスパイ活動については逮捕することが可能だと主張する人たちがいます。しかし今回の一件のように、今ある法律というのはスパイ行為に対しての規定ではありませんから、窃盗容疑であるとか住居への不法侵入であるとか、それぞれの単体においては重罪として取り扱われないことの多い、そのような一つ一つの日常的な刑罰に収まってしまうという危険性があります。もしも本当のスパイにしてみれば、このような一般の日本人と同等の刑罰でしか警察が捜査しないというのが分かっているのであれば、抑止効果もなければ、また逮捕されたとしても捜査が及ぶ範囲では全く痛くも痒くもないといったことになってしまいますし、今の日本がスパイ天国だと呼ばれる要因ともなっています。対スパイ法を制定したとしても、それをうまく活かせる機関がないといった話もあるわけですが、それについては専門の組織を育成することが私は必要だと思います。現在の警察や公安の能力といったものが十分ではないのは明らかで、法律と組織の整備というのは必ず必要なものです。また対スパイ法を用いることによって予防効果も多少は生まれますし、そしてたとえスパイ行為が行われたとしても、それに対する捜査の裏付けとなる法律がしっかりあるというのは、やはり今よりも国防力を高める上でも重要なことです。今回のようなニュースは一般的には一瞬で流れて消え去るような小さな取り扱いがされるわけですが、しかしこのようなニュースの中に今の日本の問題点といったものが現れているのが確かですから、こうした問題をさっさと今の政治は解決すべきです。そしてそれらができていないというのであれば、今の与党であっても野党であってもそうですが、問題を解決する新しい党が必要だという、いわゆる支持政党なしの人たちの要望を叶えるための新党というのは、これからもまだまだ必要とされるでしょう。皆さんは今回のニュースの聞いてどのように思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。